はい、こんにちは。今日はですね、もう8年目なんですけど、壁を張りたいなと思っています。今までね、もうずっと張ってこなかったのには理由があるんですけど、この家はまだ、なんていうんですかね、これから奥の方に家を建てる予定があって、で、この小屋っていうのは仮で住んでるだけの家という認識なんですよね。この小屋にですね、あんまりお金をかけたりとか、完成まで持っていってしまうと、もう普通のね、お家みたいになってしまうので、なんていうんですかね、見てもらうと分かる通り、もうだいぶね、ここの薄いタンクのところだけは、軽く板を張ってあるんですけども、この板もね、だいぶダメージが、蓄積してしまって、良くないなって、前回やった時に思ったんですよね。なんで、また今回も、この、薄いタンクがあるところだけなんですけども、いろいろとね、今回は、ガルバリ、この屋根材ですよね。屋根で使ってるガルバリ。この材がですね、非常に安くて優秀なので、これをですね、縦に張っていって、濡れてもいいような状態にしていきたいなと、今思ってるんですよね。このタンクと、あとこの台ですね、水の台も結構弱ってきたので、塗ったりもしたいんでね、あと掃除もしたいんで、全部一回撤去して、それから壁を張ってまた戻していくと。そしてね、この雨どい。この雨どいもですね、実は大雨が降ると、継ぎ目から結構漏れてきたりとか、あとフィルター変えるときにぼっちゃりたりなんかすると、取れちゃったりするんですよね。だからそこもなんかもうちょっと良くしたいなと思って、一応雨どいも1本だけ買ってきました。このとこ穴開いちゃってますね。最初はですね、隙間空いてたんですけど、ちょっとね、これが、なんだろうな、ちょっと沈んできたりとか、歪んできたんですかね。もうタンクもね、この小屋に寄りかかるようになってたんですよね。壁張ったのもこれ置いたのもね、1年目、2年目とか、もう6年とかね、前の話なので、スキルも上がってると思うので、もう少しね、しっかりと作り直したいなと思います。よいしょ。よっ。まずこの壁剥がしたいなと思ってるんですけども、これ全部釘で打ってるんですよね。なんかスクリュー状の抜けづらいやつ。だからか知らないですけど、よいしょ。なかなか壊れちゃうんですよね。上も壊れちゃいましたね。これ大変ですね、意外とね。やっぱ釘で打つのは大変だなというのが分かりました。あと釘はね、こんな、もうこの通りですね。釘はサビサビでしたね。よいしょ、こっち側はもうこんな感じで取っちゃっていいですかね。うん。もう腐ってるな。ここら辺ひどいですね。常に濡れていたんですかね。縦の棒ですら、ここがもう腐って落ちちゃいました。これ、こんな感じです。ほら。もうこんな感じで。これは危なかったですね。なんか今回察知してやろうって思えて本当良かったですね。いや、すごいですね。やっぱり当たり前ですけど、壁は濡らしちゃいけないですね。で、もしどうしても濡れるんだったら、今回みたいにね、ガルバリを貼って濡れてもいいようにしてあげるしかないですよね。で、ちなみにここはね、柿渋っていう、柿をちょっと寝かしたもの、3年5年とかかな、寝かせたものを塗っています。今、壁を剥がし終わったんですけども、ちょっとですね、これは何て言えばいいんでしょう。由々しき事態というか、ちょっと想像以上にですね、ダメージが進んでる感じがするんですよね。下手したら後半を張り替えした方がいいのかなみたいに今ちょっと思っていて。怖いんですけど、防水シートですね。これをね、ちょっと切ってみようかなと。ざっとですけどね。なるほど。こういう感じか。なるほど。こことかここと縦に張っていたところがなんかダメージありますね。うわー、ひどい。
ちょっと今日は終わんなそうですね。じゃあちょっと、考えます。昨日合飯会に行ったらね、いつも行ってるお店、合飯全部売り切れてましたね。どういうことですかね。誰かがね、合飯買い占めたんですよ。なかなかあることじゃないと思うんでね、なんか大掛かりな DIY、まあなんか下手したら小屋とかね、作る人がいたんじゃないかなと思ってしまいましたよね。で、また違うお店行って、やっと2枚これを見つけてきましたね。よいしょ。よっ。3箇所だけしか止まってなかった。この方向も3箇所だけですね。もっとね、いっぱい本当は止めないといけないですよ。僕は全然わかんなかったんでね、1箇所、2箇所、3箇所とか、こんな感じでしか止めてなかったですね。これは良くないですね。真似しないでください。おお、ちょっと、なんていうんですかね、家の内側が見えてしまいましたね。よいしょ。またソーラーパネルの内側ですね。ストロールユニットみたいなところですね。ちょっとここら辺を潰さないように、また合板を貼っていきたいと。で、どうですかね。なかなかできないんで、今ちょうどこう空いてるんで、下の方にね、この防腐剤ですね。キシアデコール、木材保護着色塗料って書いてますけど、これをね、塗っていきたいと思います。このキシアデコールっていうのは非常に高いんですけど、やっぱりちょっと性能高いような気がするんですよね。なんで、また次買えるかどうかわかんないですけど、今、あるうちはね、これを使っていきたいと思います。やっぱり、自分で作った小屋だから、こんなね、ことができるんですよね。普通の家で、壁を剥がしてまた新しくしたいななんて、やっぱできないですよね。こうやってまた8年間経ってまた壁がね傷んだところをこうメンテナンスできるっていうのは非常にこういう小さなね小屋の利点なのかなと僕は思いますね。で、このようなね、水切りというものを、作りました。まあ、ただのステンレス板で作っただけなんですけど、ガルバリがこう下まで来た時にですね、多分ここに水がポタポタ当たって、またね、この辺濡らしちゃうなと思ったんですよね。こうやって打っておけば、ね、もうこの木を濡らすことないんでね、安心かなと思ってこんなものを作りました。で、止めてしまいますね、もうね。よいしょ。よし。はい、今ですね、ガルバリ3枚ここに貼るんですけど、それを貼るための、横板を貼りました。まあガルバリなんでね、まあ今回でいいのかなというのと、あと今後ですね、また剥がすことがあると思うので、あえてですね、ちょっと外れない程度にコーセットの本数は最低限でね、止めていこうと思っています。まあ、こんな感じですね。で、本来であれば、今回もね、一応買ったんですけど、このガルバリ用のね、まあ、トタン傘釘って書いてますけど、これで止めようと思ってね、買ったんですけど、やっぱね、今後剥がすことを考えると、これですとね、取るときにこうへこんじゃうんですよね。なんで、あえて今回は、
傘があるんですよね、水が入ってこないように。その傘の代わりにシリコンを打ってね、コースセットのスリムビスで留めていきたいなと今考えています。またやるときね、言いますね。ガルバリはですね、まず下穴を開けて、このね、スリムビスっていうのがあるんで、コースセットの細い版ですね。これで留めようと思います。で、こんな感じにして、一回止めていって、後でシリコンで、蓋をしようかなって感じですね。で、とりあえずこれで、ここの壁はできました。あとですね、そうですね、まずはここ、上から雨が全部入ってしまうんで、このままだと。で、本来であれば上からまたね、張るべきなんですけど、今回はないので、ここにね、水切り、簡単に作って貼ろうかなと思っています。サビサビですね。よいしょ。ステンレスの、これですね。ステンレスのコースセットを使いたいと思います。75ですね。土がこう広がったり動いたりしないように少しだけ補強を加えました。6年前はこういうのも知らなかったんでね、多分やっておくとかなり良くなると思います。あとは乾くのを待って防腐剤塗っていきたいと思います。6年ぐらい前に作ったこの水台はですね、当時もうホームセンターでもう一番安い防腐剤しか塗っていなかったので、もう全然効果はなくなってますね。はい。今ここですね、これから台を置いて水タンクを置くと。で、水タンクを置くその台ですね。台の足を直接置かずにこのようにね、コンクリートブロックを置きました。ここにうまく乗る予定なんですけどね、どうですかね。水台置くことができました。で、この、水台は若干ですね、こっちを低くしてます。下を高くして水が、流れやすくなるかなと思って若干ですね、勾配つけています。で、ここに水台を置きたいんですけど、これがね、ちょっと短かったんで、ホームセンターでまた新しいものをね、買ってきました。こんだけ長ければね、長すぎるんでちょっと急かなと思うんですけど、自由自在にね、好きなようにできるなと思います。継ぎ目から結構漏れることが多かったんで、こことこことここはもう接着剤使いました。ここもロックして。で、あとちょっと動きがあるのはここは先なんで、ちょっとそこだけはね、また外せるようにしておこうかなと。で、ここら辺も雨が降ってくると跳ねるんですよ。どうしてもね。なんで、もう寝てもいいように、ここにガルバリの、壁にしたといったところですよね。早くね、上の方もね、本当は貼るべきなんですけどね。とりあえずこの薄いタンクがあるところだけはね、ガルバリを貼ることによって、濡れても大丈夫なようにカバーできたんじゃないかなと思っています。いや、大変でしたけどね、本当6年間何にもしないでね、よくやってこれたなと思います。で、そうですね、6年間ずっと濡らしていたので、この後半もね、腐ってしまったので、後半も変えているといった感じですよね。
多分ですね、もうここまでやったので、もう今度はね、10年間ぐらいはメンテナンスフリーでいけるんじゃないかなと踏んでるんですけども、それまでね、この小屋があるかどうかちょっとわかんないですけど、とりあえず、見た目はドアで使いやすくなったのかなと思っています。あと、この雨どい。あとここですよね。そこにつなげばもう終わりなんですけど、こういう曲げるパーツが足りなかったので、そこだけまた後日ですね、つけておきます。いや、疲れました。もうお風呂入ってね、今日は終わりにしたいと思います。はい、雨どいがね、完成しました。今回はですね、このような、ちょっと形で、作りました。これ水タンクに入るところですね。まず、よいしょ。こういったものがあるんですけども、その中にですね、このスチールたわしっていうんですか、これが入ってます。で、これが、はい、これスポッと入ると。で、その上に、はい。これはね、50の塩ビパイプですね。で、その50の塩ビパイプをこう延長するものですね。それがこう刺さっていて、こうですね。で、日常的に取り替えるフィルターですね。これをここに入れると。下にスチールウールがあるんで、もしこれがね、万が一こう流されてしまってもタンクの中に入ることはないといったことを考えてますね。はい。で、あと、この雨どいって55と60ってあるんですよ、操作が。で、これ多分60から55に変えるものだと思うんですよね。で、これが、ちょっと順番間違えましたね。よいしょ。こうやっといて、そうですね。はい。こうなるんですよ。で、水が入ってくると。で、このフィルターを取り替えたいなというときは、これを持ち上げてあげて、はい。で、取り替えて、で、また新しいものをと。このようにですね、入れてもらって、よいしょ。よいしょ。はい。こんな感じでね、今までよりもフィルター交換がね、しやすくなったのかなと思います。とりあえずこれで使ってみて、問題が出たらまたその都度ですね、対処していくという感じですね。で、今回結構ね、全部ではないんですけど、要所要所は接着剤で留めてます。で、また掃除するときにね、全部つなげてしまうと、掃除ができないじゃないですか。なんで1箇所とか2箇所ぐらいちょっと止めてないところもあります。で、もうあとはね、雨が降るのを待つだけですね。今これ空っぽなんでね。では、今回ね、こんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。